こんにちは。仕事に役立つ文房具の見据え10の仕事道具店の店長10です。今日は3月に博多であった文具女子博ポップアップで購入した文房具を紹介します。まずはこちら、ダイゴーのノートデスク13インチ薄口のお寿司柄です。お寿司のね、柄なしタイプは当店でも取り扱いがあるアイテムです。3月に実家に帰る予定があったのと、お寿司好きのね、父が誕生日だったので、お土産に買いました。そして渡すのを忘れて、未だに手元にあります。今度ね、渡そうと思います。多分。中は方眼で左には見出しが作れるラインが入っています。このノートは13インチとあまりね聞き慣れないサイズの単位表記かなと思います。その理由はねこちら。13インチのパソコンと開いた時がね横幅がぴったり。これより大きい15インチの展開もあり、お察しの通り15インチパソコンの横幅と同じサイズになっています。180度ね開ける製本方法なので、手でしっかりと一回跡をつければ開いたまま置いておけます。父へのねお土産ですが、折り目はねつけといた方がすぐに使えるかなと思うので、ゴリゴリにつけておきましょう。手元にノートがあることでメモするためにパソコンを動かす必要もないし、目線の動きもね最小限ですごく作業がしやすいノートです。次はこちら、山桜の枠だけハンコチェック495円です。7つの四角が1列に並んだだけのね、シンプルなハンコなんですが、これを見つけた時に私はね、ピンと来ました。なぜかというと、以前にもね、紹介していますが、私は思いついたトゥードゥとか、その日やりたいトゥードゥっていうのを書き出して、小さいメモ帳にネックストラップをつけて、ボールペンと一緒にね、持ち運んでいます。去年の文具女子博ポップアップイン博多の大悟さんのブースでスグログアイデアっていうねメモ帳に出会って、ちょうどね困ってた思いつきトゥードゥとか忘れちゃダメだと脳内を圧迫しているトゥードゥを書き出し始めて、1年ほどね続いてるメモ帳の使い方です。で、このスグログアイデアは元はドット方眼のメモ帳なので、トゥードゥを書くときは自分で四角を書くか、無印のミシン目入りマスキングテープチェックボックスっていうのを使っていました。でもこれをね、見つけた時に、あれサイズがジャストなのではとね、ピンときました。では、ドキドキの初押しをしていきます。ちょっとね、インクかすれちゃいましたが、サイズ完璧、思った通りの商品でした。ハンコをね、ちょっと押しやすくするために、ネックストラップからメモ帳を取り外します。で、あとノートパッドでね、ちょっと段差を解消して、再度ね、ちゃんと押していきます。スタンプはね、もうじゃんじゃんすごい勢いで押せて、1週間分くらいまとめて、事前にね、押しておけるので、土日の時間のある時に、スタンプをペタペタ押すことを楽しめそうな感じがしますね。すごくたまになんですけど、文房具のね、使い方の発信をしてると、デジタルの方が早いとか、手書きはね時間がかかるなどのコメントをもらっちゃうことがあるんですけど、個人的にはねマジでどっちでもいいと思ってて、自分に合うやり方を選べばいいんじゃないかなと思ってます。書いたりスタンプを押すのが楽しくて、やりたくないことが少しでも楽しくポジティブになるとか、この作業はちょっとデジタルだと頭の中すっきりしないけどアナログならしっくりくるなとか、悩み事とかね気分に合わせてデジタルアナログにこだわらずにたくさんの手段を思いつくことができると人生楽しいんじゃないかなと思うので、急ですけどちょっと米編をねしてみました。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。次はこちら、アンテリックのチューブな蛍光マーカーっていうのを2本買いました。当店でも人気のキャップノックボールペンのメーカーさんが手掛ける蛍光ペンになっています。もうね、商品名の通りチューブみたいなデザインですが、素材はね、しっかり硬いので書き心地も問題なし。中身が透けているのがね、私弱くてすぐ買っちゃうんですよね。ペン先はごく一般的な蛍光ペンになっています。オレンジ色の方は動画の通りね、光るようなピカピカとした発色で、ライトブルーはチカチカはしないけど淡くもないはっきりとした発色です。黒い文字をね目立たせるとどんな見た目になるかもちょっとチェックしてみようかなと思います。文字を書いてハイライト。オレンジはねすごく目立つし、黒い文字も読みやすかったです。ライトブルーは目立つんですが、黒い文字は少し読みにくくなっちゃうかなという感じがしました。
最後に紹介するのはこちら、フソーの色戸という商品になります。アイロンなしで布に貼れるシールらしくて、ちょっと気になってね、購入してみました。しっかりとね、説明読みます。様々な生地素材に対応しているらしいです。では、パッケージを開けて使い方も確認します。このステッカーを切って布に乗せて、コインなどでね、布に押し付けて擦れば OK っぽい。その後も説明を読み込むこと30秒。先日ね、紹介した iPad を持ち運んでるこちらのケースに貼ってみようと思います。まずは、シールの方から使いたい柄をハサミで切り出していきます。イベントではね、もっとたくさんの柄がありました。幾何学模様だとちょっとセンス試されそうだし、他の動物や乗り物は仕事道具に貼るには子供っぽくもなりすぎちゃうかなと結構悩んだので、これからね、もっともっとラインナップが増えるといいなと思っています。で、結局シンプルにいくためにこちらの万年筆を1個だけね、ロゴの下に貼ってみようかなと思います。再度説明書を読み込みまして、シールのね、フィルムを剥がしていきます。ここからはね、ちょっと残念なお知らせなんですけど、こんなにも説明書を読み込んだのですが、間違えました。動画では透明なフィルムの方にシールを残して、で、布に載せていますが、正しくは薄く曇った方のフィルムに絵柄を残して、透明なフィルムを捨てるっていう手順でした。ご覧の通りね、いくらこすってもシールが布に貼り付きません。あまりにうまくいかないので、あれ生地合わなかったのかなと諦めて剥がすことにしました。もったいないですね。ということで、本当は剥がすフィルムを間違えていただけなんですけど、この時のね、私はね、生地が合わなかったのかなと思って、エプロンで生地をね、変えて再度チャレンジを試みます。先ほど切り出して使わなかったインクボトルのイラストをエプロンに配置して、で、問題のフィルム剥がしですね。ここで透明な方が剥がれてきてパニックになり動きが止まっています。さっき1個無駄にしてるんでね、また無駄にしたのかなと思ってパニックになってました。で、徐々に脳内でもしかしてさっきのフィルム間違えたのかっていう考えも溢れてきて、一旦このままやってみようかなと思って50円玉でこすってみました。そうすると、なんと生地に貼り付いてます。うまくいってそうですね。最後は説明書通り布でシールをギュッと押し付け固定させます。ちょっと布なくてポーチで失礼します。アイロンなしでね、くっついたとは思えない綺麗に貼れていて、生地をね、曲げても剥がれてきません。ということで、気を取り直しまして iPad ケースの方にもう一回リベンジします。今回はね、ちゃんと透明の方のフィルムを剥がして、で、iPad ケースの貼りたいところに載せます。もうね、載せた時すでに布にね、くっつこうとしてる感じがあって、先ほどとはね、もう全然違いました。で、50円玉でこすると、こんな感じでちゃんとくっつきました。こすっただけではね、まだ白浮きしてますが、布でね、押さえるとしっかりと土台の生地に馴染みますよ。めっちゃ可愛いですね。大満足。できればね、万年筆良かったんですけど、こればっかしはね、自分のせいですね。はい。ちなみにシールの周りは綺麗にね、縁取られてるので、ハサミでカットをするときが多少雑でも、全然仕上がりには影響はありません。嬉しいポイントですね。昔ね、食べてたドラえもんのチューイングキャンディに入っていた転写シールと同じ仕組みだと思います。この話が懐かしいと思ったらきっとね、同世代。最後までご覧いただきありがとうございます。3月末に引っ越しをして熊本に来ました。今度こそね、文房具収納頑張りたいと思ってるので、またうまくいったら動画にしようかなと思います。またねー。